片岡修さん当時13歳、爆心地から 0.8 キロの中町で被爆しました。片岡さんは戦後東京に移り、グラフィックデザイナーとして活躍しています。東京原宿の事務所で話を聞くことができました。片岡さんは被爆40年を機に40枚の半角ポスターを制作し、大きな反響を呼びました。君は破壊された中から生き残ったんだから、今度はものを作るっていう世界に入れと。ものを作る世界って何なんだ一体。デザインだ。デザインって言葉なんか聞いたこともない時代ですからね。一体何をするんだって。例えばこれだけ焼けて、変な街が残ったら、ここにきれいなベンチがあったら市民がどれだけ助かるだろうと。そのベンチのデザイン、ベンチのどういうベンチがいいかっていう形を作るのがデザインだ。ああ、そんなものか。いろんなことを、それだけじゃないんですけど、そういろんな話を聞きましてですね、これはやっぱりそういう世界興味が、こう小さい頃から絵を描くことだけは趣味だったんですけど、絵は絵描きになるっていうのは気持ちは毛頭なかったんですけど、7時半にはもう学校へ行ってましたね。それで作業に行ったのと教室で待機してるのとっていう、それが大体その日の朝の状況でしたね。だからちょうどゲートに巻いたり、もうぼちぼち出かけなきゃいけないっていうので、交代だからっていうのでこうしゃがんでたり、机の中でこうやってゲートをこうやってたり、なんか荷物をこう机からリュックサックの中へこう、あの頃リュック担いで行ってましたからね、入れたりしてるっていう時にバーッとこう光って、一瞬分かんなくなったっていう状態ですね。でとにかく原子爆弾が落ちたとかそんなことは全く分からないんで、直撃弾が落ちたと思ったから、あの頃は爆弾が落ちたらどこどこに、中学の本部があるとか、まずどこへ行けとかというふうに教えられてたんで、本部へ行こう、あるいはプールのとこへ集まろうとか、学校のプールのとこへ行ったらもう本部も何もとにかく当たり前、今にして思えば当たり前だけど何にもなくて、みんな瓦礫の山みたいになってて、それでもう燃えてると。そしたらプールのとこへこう同級生でこうたちが違うクラスの人間も僕のクラスの人間も入ってた連中がなんとなく、プールのとこへ集まったのもいるし、もうやけどしてもう目もつぶれて皮膚がこう着物みたいにこう着物の袖みたいに垂れ下がってるのもいるし、それで洋服が燃えてるっていうんで僕じゃないプールに水が少し入ってたらプールの中に飛び込んだり、もういろんな今の言葉で言えば阿鼻叫喚ですけど、僕らはそんなことはもう考えなかったから、もう自分たちの学校のところだけが狙われたと思ってたから、まだ校舎から這い出られないのもいるし、自分一人の力でこう動かしても足が挟まれてて痛いとか、体挟まれてて痛いとか、じゃあ誰か連れてくるか、みんな連れてくるから待ってろとか、元気で頑張れとか、割合に非常にこういい言葉を言うようですけども、12、3歳の少年にしては、みんな生き残って這い出て、その這い出た人間たちっていうのは割合けなげでね、それで変な話だけども一生懸命校歌を歌って友達を励ましたり、プールの中に落っこったやつも引き上げたり、プールの中で暑いからこう燃えてたのをプールの中にこう入って火を消して、そこで校歌を歌ったりっていうようなことをどのぐらい続けたのかよくわからないんですけど、とにかくもう燃えてきて暑いし、本部っていうのももうないかはあるかわからないみたいで、で一瞬こう方向を失うんですよね。建物がなくなっちゃってるし、それから真っ暗だし、ほとんど今で言うと今の7時ぐらいかなんか、とにかくもう薄ぼんやりその辺にいてもやっと顔が認識できるぐらいの薄暗がりだったんですよね。それで寮がちょうど緑町にあって、寮の方行けば
茶館の先生もいるだろう、旅館の先生もいるだろう、何かあるだろう、もうそれもダメだったんだけど、それで結局共済病院行ったんです。共済病院行ったらやけどしてるのと目の見えなくなってもやけどで2人の友達はその場で共済病院で収容してくれたんですね。もちろんその日のうちか、亡くなったはずなんです。今はもういませんから亡くなったんだけど、で僕はそこ入れてもらえなくて、元気だから元気ってことはないんで、もう僕はね、原爆症という原爆症全部やりましたけどね、もう逃げる時から気持ち悪くてゲロ吐いたりしてたんだけど、やけどしてない、血だらけになってない、我々5体満足な格好をして洋服も焼けてない、ゲートルも焼けてないっていうので、元気な人を入れるようなスペースは、スペースとは言わないけど場所がないから、であなたの友達は預かるから、あなた今から火を下げて逃げなさいっていう看護婦さんだったと思うんだけど、言われて、じゃあさよならっていうことで、じゃあ頑張れよっていうことで僕は共済病院を出さされて、それからまた今にして思うと、とにかく市内を全部横切ってですね、声に入れて、それでふっと考えて、家の方向もわからないからどこ行ったらいいか。僕の親父が実はね、市役所に勤めてたんです。だから一中今の国体寺のすぐ手前高野橋と、市役所に行けば親父がいるというのでね、市役所目当てにどんどん歩いてね、市役所行ったんです。途中にもうその時には随分やっぱり人も歩いてたり、それでね、変な今だからね、もうあれですけども、逃げるのにね、人の死体を踏んだりね、もうとても考えられない、今だったら考えられないような、もう必死で市役所の方行くとなんかずるっとしてるってことは人の死体だったりという、大変今だと話せないような、その時はあんまり何も感じなかったですけどね。それで市役所行って、父親のいる場所あたりのとこ行って、片岡ですけどもお父さんいますかって言ったら、お父さん亡くなったよって思って、でたまたま市役所この建物の中だったから、おかんが地下に用意してあったから、そのおかんの中にお父さん入ってるから見るか。もう涙も出ないしショックもないし、親父は死んだのか、そうか、じゃあ見るだけ見よう。で僕が見た時にはもう首から上がないんですからね。だから即死ですね。だからどうも爆風で何かが窓枠みたいなものが一瞬のうち飛んできた、それが親父の首から上を吹き飛ばしたらしいと。だから棺桶に入ってる親父を見た時、棺桶に入れてもらっただけでもね幸せだったんですけども、ここから下は割合綺麗なんですね。でベルトも親父がというのが何で分かったかっていうと、当時親父は物のない頃ですから、ベルトを自分で切れかなんかを自分で縫ってベルトを作ってた。それから履いてた靴が大きなドタ靴みたいな、一応革靴だけども靴のない頃で、継ぎはぎの革靴みたいなの履いてたとか、それが僕の記憶にあって、これはそうだ親父のだっていうので、そこで確認したと。顔なんかはもうないから確認できないけど、これはお父さんでしょって言うから、そうです。でもあとは上は見ない方がいいよって言われたんだけど、見たら何もなかったっていう状態だったんですね。今にして思えばベルトを抜いてくるとか、靴を一足片足でも取っとけば遺品になったなと思うけど、もうとてもその時はまだ火は燃えてるし、家族も探さなきゃいけないし、そんなベルトを抜くとか靴を取っとくとかっていうもう発想もなければ、もう涙も何にも出ない。お父さん死んだんだ、それじゃあしょうがないから、じゃあ母親探さなきゃ、もうその程度。それでその生き残った方が、ご家族はきっとね、あなたの家のうちからすると広島の中島の吉島の先に飛行場があるから、飛行場の方へ逃げられてるんじゃないかと思うと、いっぺん飛行場行ってみたらどうか。でおにぎりと乾パンもらって、あっちの方向だからねってずっとでもう燃えないやけどしないようにって言われて、じゃあどうもさようなら。それが親父とのお別れで、それで
飛行場の方に行ったんですね。でその飛行場にはもうすごいこう人が死んでたりまだ生き残ってる人もカシのマグロみたいなもんですよね。あそこ飛行場にたくさん人がいてこれを全部一つ一つ顔見ていかなきゃいけないと思いながら半分ぐらいね見てる時にねふっと思いついて飛行場のすぐそばにね私の姉のお友達で僕の家よりもだから飛行場に近い南側に一番もう飛行場とギリギリの土手の下のところに私の姉の知ってる家があってそこ焼けてなかったんですね。あそうだあそこ行ってみようと藤野先生という女学校の先生なさってた方で今生きてらっしゃるんですけどねもう80いくつかなんかで少しお体が悪いんです。まあその先生まだ若い頃ですからねあの先生の家へ行ったらいいんじゃないかなと思って何かしらもうどうしてかって言われてもわからないんだけども飛行場全部探さないでですね初めのうち探してたんです。で全部探さないでそうだいっぺんあのおばさん生きてるあのおばさんの家行ったらわかるかもしれないと思ってもうすぐそばですからで藤野先生っていう藤野さんという方の家に行ったんです。そうしたらそこに母親がいたんです。家族たちはですねずっとしばらくそこにいたんですけども僕だけがですね日向っていうとこありますね、今は何区になってるのかな肘山の向こう側の丹那というとこからこうずっとこう行く日向っていうところに親父の一番下の弟っていうのがこれはもうフィリピンでいまだにわからないもちろん戦死してるんだけども遺体はないという紙切れだけの、遺骨が帰ってきたというその、日向にですね僕の一番親父の一番末の弟っていうのがいてそれが、戦争行ってそのおばさんっていうのが生まれたばっかりの子供とおばさんがいてそのおばさんが訪ねてきてくれて僕だけをですねもう気持ちは悪い何か食べれば吐き出すっていう状態だったけども傷が何もないもんだからこの広島のここへ置くよりも私のうちの方がいいからおばさんのところ行こうというので母親は寝たきりで兄貴は兄貴で生き残った一家の主みたいになっちゃったもんだからけなげにも焼け跡の整理するとかなんとかだからって行けっていうので僕はそこへ引き取られたんですよおばのに。それでですねそれでその時まではどうっていうことなかったんですけどどうも体がだるい思うように体が動かない食べても吐き気がする疲れてるんだからなんとかだからっていうようなことだったんですけどねあれはね8月の16日か7日だと思うんですけどね朝起きて顔洗って手ぬぐいをタオルっていうよりもこれ手ぬぐいですから顔洗ってパッとこうやったらこのぐらい伸びてた髪の毛がこれ坊主ですからね中学生はでもこのぐらいあったと思うんですけどゴム狩りぐらいまで伸びてたんじゃないかと思うんですけどふっとこうやったら手ぬぐいに全部髪の毛つくんですよ。あらおばちゃん髪の毛が全部取れるよってそれは毒頭病だろうって毒頭病だろうじゃあ近所にお医者さんいるから先生に聞いてみよう医者のとこ行ったってわからないですでこうやるとみんな取れちゃうんですほんで13歳あっという間にツルンツルンになっちゃってそれはね15日ぐらいだったかなそう15日ぐらいだそれであっという間に髪の毛取れてそれでもね特等病っていうのはあれはうつる病気だっつってでも床屋行ったりしてバリカンかなんかでうつるってことあるけど何もしないのにどうしたんだろうそれで2日間ぐらい恥ずかしいけどもけどしょうがない外に出ないで家に行ったら8月17日忘れもしない17日だってもうその頃そのおばの家のカレンダーで分かってました17日の朝ものすごい便意を催して朝起きてで今みたいに水洗のトイレじゃないですから便所行ってしゃがんだまま起きられなくなってそれでものすごい血便がもう赤痢かコレラかっていうようなすごい血便が出ましてねそのうちスーッと血の気が
引いて僕覚えてる。で便所にしゃがんだままへたり込んでたらしいんですね。それであんまり便所が長いってんでおばが見に来てくれたらもうへたり込んでたって。それでお尻の始末をするやらもう血便でもうこれはもうそれこそこれらか赤痢じゃないかって、まあそれで寝かせて、それから僕の原爆症が始まったっていうか、もうそれから僕は意識がもうないんです。でまあそれやこれやがありましてね、それでまあ元気になって秋口になって今も、仲良くしてる同じクラスで生き残ったのがいて、その彼は八音松にいた男で、たまたまその日学校休んでたんですね。だからもう全く原爆とは無関係で今生き残って中国新聞の社会部にいたりニューヨーク支店長やってたり社会部に行ってたりしたんですけど、今は FM 放送の重役かなんかになって今元気でいるその檜山君っていうのがいるんですけども、それがどういうわけか僕をですねあっちこっちで4月に入学して8月の原爆ですから1年生とはいえそんなに深い付き合いはまだしてない作業ばっかですから、それでもまあ我々仲良くしてたんで、それが8音待つからあいつは生きてるらしいというので、まあ目いっぱいの食べ物をですね、リュックサックに背負って訪ねてそのヒューナの僕のおばんとこまで訪ねてきてくれた。その時はもう僕はやっと起き上がれるかどうかっていう状態で、彼が来たことは覚えてるんだけども対等に話できるような状態じゃないんで、彼がわざわざ来てくれた。それも大したことじゃないだろうと思ってたら、今考えたらその檜山君っていうのが八音松から荷物をリュックサック食べ物を担いで僕の家を知ってるわけでもないのに、どうやってその僕の家族を僕の家族を探し当てたらしいんです。それで僕だけはこっちにいるからっていうのでそれを訪ねてきてくれたっていうね、まあいまだに仲良くもう兄弟みたいに付き合ってる男ですけどね、そのあたりからまあだんだん僕も多少回復してきたっていう。でまあ一つだけお笑い話があるんですけど、檜山君っていうのはその帰り際に僕のそのおばの家の隣が小学校だった。その小学校の前をこう歩いてたらまだ軍隊がいたらしいんですね。だからまあなんていうのかな、もう終戦になっちゃったんだから引き上げるための準備みたいなのでまだ兵隊がどうもいたらしいんです。でそれに呼び止められて「お前どうしたんだ?」って言うから「いやこういうわけだ」ああそれはいいことだと。で友達もきっと元気になるだろう。でリュックサックお前どうだかここにこういろんなものを詰めて持ってきた。そうか分かったって、その兵隊がですねリュックサックの中に缶詰から毛布から何から目いっぱい入れてこれ持って帰れっつって、で彼は来る時よりも膨らんだリュックを担いで帰ったというね、今まあ笑い話みたいなことなんだけど、まあそういうことが話せるようになっただけね、お互いにまあ元気になってよかった。まあ彼は原爆に会ってませんけどもね、死ぬまでに100点のポスター作ろう。100点のポスターっていうのは100種類いるわけで、それは自分が気に入らなきゃいけないんで100枚書いて終わりじゃなくて200枚ぐらい作らないと100点納得のいくポスター作らないだろうと。今はまあやっと5、60点あるけども自分で納得いくのは2、30点しかないとなると、まあこれから永遠と続くけども、まあそれだけはね、一生懸命お金貯めて印刷費がかかってもこれはもう個人の、それがまあ僕の、平和というか被爆者として生き残った僕としてのね、消極的かもしれないけども消極的な僕の平和運動というか平和を願う気持ちだと思ってるんです。だからまあそれは、平和運動家になった方がいいかもしれないけども、僕はそれはいいとはあんまり思わないで、もちろんそういう人たちが悪いと言ってるんじゃなくて、そういう平和のための運動をする人も立派な人たちだけども、みんながそうじゃなくて僕は僕の職業の中でできる範囲をこう一生懸命考えるっていうことでもまあ多少消極的かもしれないけどそれも一つの手だろうと。まあだから死ぬまでにですねいい平和ポスターが100点作れればいいと。